さて皆さん、ご存知の通り僕はこのソニーの α7S3 を、これまでメインカメラとしてきたわけなんですけれども、ついにこの度ですね、この α7S3 とさよならをして、ちょっとね次のカメラに乗り換えようかなと思ったので、今日はねそのことについてちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。α7S3 はもうすでに発売から3年ぐらい経ったカメラになるんですけれども、僕はね映像のクオリティ自体は、正直言って、非常に満足してますし、あと数年少なくとも今そのほとんどの現行ミラーレスカメラで採用されている、その裏面照射型のねセンサーの、次のセンサー、多分それがエクスペリアに搭載されている二層画素積層型のCMOS センサーだと思うんですけど、それがこのフルサイズに搭載されるまでは、全然ね、戦えると思いますし、言ったらね多分その次のセンサーが来たとしても、普段みんなが見ているその視聴環境っていうのが、例えば 8K がねもう標準になるとか、そういったことがない限りはもう結構ね息の長くずっと現役で、使い続けられるカメラだと思うんですよ。だったらなんで乗り換えるのっていう話なんですけど、理由は2つあって、1つはね単純に飽きた。さすがにねもう3年間、日々使い続けてきたので、機材からこう受けるインスピレーションとか、そういったものもあるじゃないですか。やっぱこう使っててワクワク感とか、さすがにもうだいぶ使い込んできたので、ちょっとね新しい刺激が欲しいななんていう風に思ってる自分でもございます。いやー最近はね他のメーカーのカメラの動画性能もめちゃめちゃ上がってますよね。3年前この α7-3 が発売された時点ではいろんなカメラメーカーの、動画性能を比較しても、頭一つ二つもうぶっちゃけ飛び抜けてたと思うんですよ。これはもう言い切ったとしても、SNS のカメラ界隈で炎上することはないだろうなっていうぐらい、皆さんがね誰しもそう思うんじゃないかなと思うんですよ。それぐらいねこいつはいいカメラだと思うんですが、ただそれもやっぱりこのセンサーにねよるところが結構でかいかなと思うんですよ。なので僕が次乗り換えるカメラもこれと同じセンサーを搭載してます。そこまでいっちゃったらもうね数限られてくるので、もったいぶらずに言うと、僕が乗り換えるのはですねこっちソニーの FX3 になります。わかりますよ。はい。何を今更言ってるんだっていうね気持ちはあると思うんですよ。このカメラも別に何も決して最新のカメラってわけでもないし、なんやったらこの α7S3 の、だいたい半年後ぐらいに発売されたカメラなので、正直ね世代的には同じぐらいのカメラなんですよ。今更それをねこんなもったいつけて動画ネタにする話なのかって思うかもしれないんですけど、ただねこれがもう一つの僕が、カメラを乗り換える理由につながるんですけど、3年前は僕は基本的に動画は趣味で作ってたんですけど、今は結構クライアントワークをこなしてるんですよ。そこまで大規模なプロジェクトをこう日々やってるわけじゃないんですけど、正直ねちょっとした撮影であってもこの α7S3 だと不満を感じるようになってきたので、今回ねこの FX3 に乗り換えることにしました。今のこの FX3 はだいぶ僕のその撮影スタイルからすると理想形に近いカメラになってきてるんですよ。そのあたりをねちょっともう少しじっくり掘り下げてお伝えしていければなと思うんですが、一旦ここでね本日のスポンサーであるエピデミックサウンドの紹介でございます。エピデミックサウンドはロイヤリティフリーの4万曲以上の楽曲、9万種類以上のサウンドエフェクトを無制限にダウンロードしてSNS や YouTube でマネタイズはもちろん著作権侵害の警告を受けることなく安心して使える音楽サービスとなってます。でもちろんダウンロードできる音源は全てエピデミックサウンドオリジナルの音源となっていて、特にねエピデミックサウンドはK-POP とかそういったものも多かったりするので、日本人にねすごく馴染みの深い今のね音楽シーンのトレンドを掴んだサウンドが多いなと個人的には感じてます。でサブスクプランは主に2つあって、 YouTube とか Instagram とか TikTok といった各 SNS プラットフォームで1チャンネルまで、マネタイズを含め利用できる、パーソナルプランで、もう一つはね各プラットフォームに3つまでマネタイズできて、クライアントにその音源を含んだ、動画ファイルを提供したり、クライアントの YouTube チャンネルにアップしたり、ウェブサイトで使ったり、ウェブ CM を売ったりと、そういったね商用利用で非常に使いやすいコマーシャルプランというのがあります。
しかもこの手の海外サービスでは珍しく円による決済ができるんですよ。パーソナルプランで年間契約で月額換算約1500円、コマーシャルプランで2900円となっているので、今ねどんどん円安が進む日本人としてはありがたいかなというふうに思います。概要欄のリンクの方から登録してもらうと、今1ヶ月間無料でお試しで使えて、なおかつそのお試し期間中にねその楽曲も実際に使って公開することができるので、ぜひこの機会にねエピデミックサウンドの楽曲を使って皆さんもなんか動画を作ってほしいなというふうに思います。はい、というわけで以上エピデミックサウンドの紹介でした。じゃあ、話を戻します。でFX3 って発売された当初はね、外観だけそれっぽくした、中身はただの α7S3 じゃんと、シネマラインっていう風に、プロフェッショナル向けと歌いながら、そのシネマカメラにね当然あるような機能が、ほとんどないし、なんやったらFX3 には EVF もないので、はっきり言ってこれ廉価版の α7S3 なんじゃないかなんていう風に揶揄されたことも当時はあったと思うんですよ。現在の FX3 は、発売当初から3回のメジャーアップデートを経て、ファームウェアのバージョンがバージョン4となってます。でこれで本当ね大化けしたんですよ。バージョン2ではカスタムラットで、シネ EI やシネ EI クイックでの対応だったり、タイムコードも使えるようになって、なおかつねメニュー画面も、非常に使いやすいメニューになりました。で個人的にねこのシネ EI がめちゃくちゃ嬉しくて、やっぱりこの FX3 のデュアルベース ISO の特性を生かした、ノイズも少なくかつ最大のダイナミックレンジで映像を記録したいという方に向けては非常に使い勝手のいい撮影機能になってます。でバージョン3ではこれは本当にね多分誰しもが待望していたブリージング補正機能にも対応しましたし、DCI4K で真のね 24fps ドロップフレームじゃない 24fps での、撮影にも対応したし、でなおかつアナモルフィックレンズで撮影した時のプレビューのねデスクイズとかにも対応しました。ほんとねブリージング補正機能はスチルレンズを使ってインタビューとかドキュメンタリーとか、こういった YouTube でもいいんですけど、そういった映像をプロクオリティで記録するには本当必須とも言っていい機能なんですよ。さらにね、DCI4K の対応、これは映画とかを撮る時のフォーマットではあるんですけど、僕はねNetflix とか、そういったガチの映画みたいなものを撮ることはないんですが、ただ僕 YouTube で2対1の比率でいつも作ってるんですよ。で、DCI4K は17対9でその2対1の比率に非常に近いので、16対9で撮影して、上下をクロップしてね、そのピクセルを無駄にするっていうことも少なくなりますし、でデスクイズも現状はね 1.3 倍と2倍への対応のみとなっているんですが、それでもアナモルフィックレンズとかを使った時に、例えばジンバルに乗せたりした時とか、そういった時に、外部モニターを使わなくてもプレビューがしやすくなるので、そういったケースでは非常にね撮影がよりしやすくなったかなと思います。でつい先日バージョン4が配信されて、新しくねモニター&コントロールってアプリでそのワイヤレスに、このモニターができたりだとかカメラを操作することができるようになったんですよ。僕もまだほんのちょっと試してみた程度なんですが、遅延とかフレーム落ちとか、そういったものは多少あるんですけど、ただスマホとかタブレットがあればこの FX3 本体だけで、映像を飛ばせるっていうオプションがあるのはやっぱり嬉しいですね。といった具合に今の FX3 は発売当初と比べてもかなり良くなってます。で今後もねこういった形でバージョン5バージョン6と、どんどんねこの改良をしていってくれるのであれば、今後もさらに息の長いカメラになると思いますし、あとねバージョン5ではソニーさんシャッターアングルへの対応をぜひお願いします。シャッターアングルに対応してくれればフレームレートを変更した際にねシャッタースピードを切り替えるのを忘れてたとか、そういったミスが防げて、そこに対応してくれれば FX3 は僕の中で真の神機になることはね本当間違いないですね。このじゃあ FX3 はというと、こいつはねこの3年間で一度だけメジャーアップデートがあっただけで、しかもそこで追加されたのがS シネトーンへの対応のみなんですよ。なんで実質こいつはね発売当初からほとんど何も変わってないんですよ。せめてブリージング補正だけには対応してほしいなと僕ほんとずっと待ってるんですけど、これがね寝てど暮らせどいつになっても来ないんですよ。
その機能がないせいでね、僕このフィックスで撮るみたいな撮影には今もそうなんですけど α7-4 を使ってるんですよ。で新しいねカメラをどんどん発売するのはいいんですけど、このね α7S3 だって決して安いカメラではないので、その半分ぐらいの価格で買える、新しいカメラが当然できるようなことがいつまで経ってもこいつではできないっていうのは、正直ねその対応にはがっかりですね。もちろんハードウェアに依存する部分はしょうがないですよ。ただファームウェアアップデートでなんとかなる部分は少なくとも発売から1年とか2年とかそういったスパンではしっかりと機能追加機能アップデートをしてほしいなというふうにね思いますね。あとねこの FX3 ともう一つ FX6 にも悩んだんですけど、 FX6 はねα7S3 ほどではないんですけど、やっぱりこっちもねファームウェアのアップデートサイクルがそこまで高くないので、この間ねやっと FX6 の方でシネ EI とかに対応したみたいなんですけど、アナモロピックのデスクイズとかはまだ未対応ですね。でもちろん FX6 はやっぱり内蔵のねバリアブル電子 ND とかあそこが非常に魅力的ではあったんですけど、やっぱでもね今のソニーのこのサポート体制を考えるとちょっとね一足飛びにあそこまで行っちゃうのは正直躊躇しちゃうんですよね。なのでちょっと一旦 FX3 で様子を見てみようかなということにして、今回は僕は FX3 を選択しました。でちなみにFX30 もFX3 と同じタイミングで購入したんですよ。やっぱりね APS-C には安くて小さいレンズだったりだとか、それこそソニー純正以外にも目を向けると本当たくさん選択肢がありますし、それこそ先日紹介したねこのアナモルフィックレンズみたいな、ユニークなレンズも結構多かったりするので、ちょっとねこれは遊びみたいなところもあるんですけど、それで買ってみました。こっちの FX3 だと 4K でスーパー 35mm での撮影ができないんですよ。超解像ズームを使って無理やり使うっていう若干裏技的な方法もあるんですけど、ただねそれだとやっぱり画質面的に結構厳しいっていうのと、あとはねこういったカメラ系の YouTube をやってる身としては1台は APS-C 機もあった方がいいだろうということで、こっちのね FX30 も購入しました。はい、というわけでそんなこんなでこの機会にちょっとね α7S3 だけじゃなくてこれまでね本当いろんな機材を買ってきたんですけれども、僕カメラを始めてから全然機材の入れ替えとか整理をしてこなかったので、この機会にねちょっといろいろと整理していこうかなというふうに思うんですが、本当ね棚にもう収まりきらないんですよ。新しく最近何買ってでドイツが入れ替わるのかみたいなこともねちょっとまた動画のネタにしようかななんていうふうにも思ってます。でちなみにねこの FX3 が今後僕のYouTube の動画を含め全てこれだけでやっていくのかっていうことでは決してなくてですね、こっちはあくまでやっぱりクライアントワークが中心になってくるかなということで、今日の動画ももちろんスポンサーコンテンツではあるんですけど、YouTube はやっぱり僕の趣味性の高いコンテンツが作りやすい場所にはなってくるので、こっちではFX3 以外、それこそソニー機以外も今後はちょっといろいろ使ってね、これまで通りカメラを楽しむ場としてやっていければななんていうふうに思ってます。はい、というわけで本日はそんな感じでございます。ということで、α7-3 さん今まで長いことどうもお世話になりました。こいつは売るのか残すのかな、どうしようね。ちょっと思い入れもあるんでね、もしかしたら棚に飾っておこうかななんていう気もするんですけど、はい、というわけで本日の動画は以上でございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。いやでも売ったら数十万だしな、売るか。今お金ないんだよ。